庭菜園ライフ。皆さんこんにちは、目黒区で菜園をしている川西です。同じく目黒区で菜園をしている西川です。本日は7月25日から31日に、動画にいただいたコメントにご返答していきます。西川さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。まさにね、夏真っ盛りという感じで、私たちの菜園でも今日ちょうど先ほどこの皆さん見てください、スイカを収穫したところです。重いですよ、西川さん。重いですよ。これは初めて垂直栽培で大玉スイカを作った試みで出来上がったスイカです。垂直栽培でね、小玉スイカとかだったらまだよく見かけると思うんですけど、ちょっと釣ってみたらね、できましたね。できましたね。ちょっと食べてみるのを楽しみにしているところです。皆さんもいろんな野菜取れたんじゃないでしょうか。またこんなの取れたよとか、ぜひね、感動をみんなで分かち合っていけたらと思うので、書き込んでいただければなと思っています。それでは今日もたくさんいただいたコメントの一部にはなってしまうのですが、お答えしていきますのでよろしくお願いいたします。家庭菜園ライフ。それでは7月25日、枝豆のカビ病対策にいただいたコメントです。おはようございます。女性が農業界に参入してくれるといいですねという内容のコメントいただきました。ありがとうございます。私はですね、全然経験がまだ畑っていうことを始めたのはまだ2年目くらいになってます。その前までプランターでは園芸はやっていたんですけれども、やっぱ科学の知識いりますよね。いりますね。はい、お花とか野菜とか植物好きだなって気持ちで始めても、そういった難しいところで挫折してしまうところがあるんじゃないかなって自分でやってて思ったので、こういった YouTube とかでみんなでワイワイしながら疑問を解決して、でどんどんね、女性だけじゃなくってちょっと距離が、お野菜を作るってことと距離がある方も一緒に楽しんでいけたらと思ってね、西川さんにもお答えいただいてますし、頑張っていこうと思うので、ぜひ皆さんこれからも一緒にやっていきましょう。はい、続いて3ヶ月で採れる玉ねぎの栽培方法の動画にコメントいただきました。2ついただいたので続けてご紹介します。ホーム玉ねぎという種類ですが、6月に収穫した出来損ないの小さい玉ねぎではダメですかというご質問と、あと、畑がないので鉢ではできませんかっていう2つコメントいただいてます。まずいいですね、面白いですね。6月に収穫した小さい玉ねぎを植えてみてはどうかっていうアイデアですか、いかがでしょう。そうですね、ホーム玉ねぎというのも種をまいて球根にしたものを乾かしたものだと思うんで、おそらく6月に収穫した小さな玉ねぎも同じような効果があると思うんで、一度試していただいて、結果が分かったら教えていただきたいですね。そうですね、どうなったかっていうのもし検証していただいて分かったらまた教えていただきたいです。多分玉ねぎね、ちっちゃいの絶対ありますよね。そうですね、必ず全部大きくできたっていうことは結構珍しいと思うので、皆さんちょっとお手元にあるのでもちょっと試していただいて、やってみていただけたらと思います。それとプランターとか鉢は十分できると思います。玉ねぎの根っていうのはそんなに深くないんで、十分できると思います。肥料とそれから、水やりをうまく管理してやれば問題ないと思うんですけど、あまり水やりをしすぎると玉ねぎ腐っちゃいますんで。なるほど、水やりですね、大事な比較的乾燥気味の方がいいかと思います。わかりました。意外とね、大きいプランターじゃなくてもできるということなので、ちょっとやってみてください。7月27日に配信しました秋じゃがいもの栽培準備の動画にいただいたコメントです。こちらも2つコメントいただきましたのでご回答します。酸度計の購入検討にあたり動画で使用されているのはどこのメーカーでしょうかというご質問と、秋じゃがいもは寒い地域では無理ですかというご質問です。まず酸度計ですが、西川さん使っているものあれは親和測定っていう割とこういう農業機器の測定器を売り出している会社で、親和測定という会社のものでデジタル方式とアナログ方式があるんですけど、私はデジタル方式を買ったんですが、もしかしたらアナログ方式の方が使いやすいかもしれません。なんでですか？デジタル方式はアルカリ方向にずっと行くと pH が低い表示を出してしまうこともあるんで、そうなんですね。勘違いをすることがある。じゃあもう確実にアナログの方が分かりやすいというふうに思います。
私も結構酸度計買おうかなと思ってアマゾンでもうしばらく分からずにっていう経験があるので、ちょっとこれは聞けてよかったです。そうね、アナログのものの方がちょっと安価だったりもしますかね。メーカーによりますか。アナログの方が少し高いかと思います。高い、はい、お高いのですで、ね。中国製で安いのがあるんですけど、それは全く信頼性がないんで、やはり神話測定ぐらいのもので、だいたいアナログ方式で3500円ぐらいだと思いますんで、そういうのを利用していただいたらいいかもしれませんね。わかりました。ちょっと選んでみてください。はい、あとは、寒い地域ですね。寒い地域でのじゃがいも、秋じゃがどうでしょう。寒い地域でのじゃがいもは今からでは難しいでしょうね。そうですか。暖かい気候じゃないと難しいんでしょうか。関東以南の方が、秋じゃがいもには適しているでしょうね。芽がうまく出てこないかもしれませんね。ただ植える前に芽出しをするとか、一応いろんなプロセスがあって、この前の動画では芽出しのところまでご紹介できなかったんで、また機会を見て、どういうふうにして芽を出すかというようなこともご紹介していきたいと思います。はい、温度管理とか温度の兼ね合いとかがあると思うんですけれども、できる限りちょっとみんなで挑戦していきましょう。はい、続いて7月28日に配信されました、冷却グッズの動画にいただいたコメントです。川西さんの使ってる日焼け止めを教えてくださいということで、ありがとうございます。実はですね、私すごく日焼け止めマニアというか、めちゃくちゃたくさん試していてすごくいろいろ試しすぎてちょっともう忘れてるんですけど、ポイントとしてはこの農作業をする上でのポイントとしては、その肌にどういうものが合うかっていうのは結構好みがあると思うんですね。私は、セララボっていうYouTuber の和之助さんという方が開発されてるすごい日焼け止めがよくって、そちらを使ってます。香料を使ってないものの方がいいっていうところがあります。なぜかっていうと、植物ってね、あんまりそういった刺激嫌いじゃないですか。なので結構日焼け止めでいい香りがするものとか、ココナッツの香りがする夏らしいものとかあると思うんですけど、ちょっとね、そういったもの刺激になっちゃいますよね、植物にね。ですので無香料のものがいいと思います。なのでちょっといろいろ試していただいてっていうとちょっと無責任になっちゃうんですけど、またそういうのをまとめて紹介できる機会があったらレビューとかもできたらいいなと思ってるので、はい、ちょっとまたご紹介できたらと思います。7月31日に配信されたトマト不定根の原因と対策の動画にいただいたコメントです。いつも見ています。ありがとうございます。うちのトマトは鉢植え初めてチャレンジしたのですが、脇芽も取って追肥もして水も毎日あげてるのに少ししか収穫できなかったですと。やはり地植えが良かったのですかということで、初心者の方トマトやってみたってことなんですけどね、何がいけなかったのかな。だけどやはり露地栽培地植えの方が確実だとは思いますね。やりやすいところありますね。そうですね。私も昔ミニトマトを初めてやった時、すごくまずいトマトがちょっとしかできなくて悲しかった思い出があります。やはり畑だと養分が全然違うし、水はけもいいしっていうメリットがありますね。植物が育つのに肥料の三大要素で窒素リン酸カリってあるんですけど、この窒素リン酸カリだけじゃなくて、トマトの場合かなりミネラルがうまく吸収できないと大きくならない。でミネラルをうまく吸収させようとするとどうでしょう、プランターでやるのは難しいかもしれない、それでもプランターでもね、やっぱりやってみたいっていうその環境の方もいらっしゃると思うので、これは秘伝の方法があるんですけど、プランターでやる場合はメーカーの宣伝になるかもしれないんですが、カゴメが出してる、トマトの土っていうのがあって、それを使うと必ず成功します。いいこと聞きましたね、皆さん。はい、見たことあります、売ってるの。そこは土をちゃんと購入した方がいいですか。肥料が、完璧に、即効性の肥料と遅効性の肥料、それからミネラルもすべて完全にバランスよく配合されているんで、誰がやっても失敗しない。これは使いたいですね。培養土ってね、ちょっとわからないじゃないですか、選び方が。で多分私は初心者での時はもうわからないので、もう一番安いやつをポンと選んじゃって、そんな変わんないだろうと思っちゃうんですけど、違うもんですね。違いますね。わかりました。
そこはきっとメーカーさんのねもうそうそう秘伝のそう積み重ねで作られてると思うので、秘伝のタレというかまあ秘伝の土ですね。ね、もしねまたそれチャレンジしていただいて、こちらもね変化があったら来年またちょっとやってみていただいて、今年ちょっとねトマト全体的に早いですよね、育ちというか。そうですね。他の農園のね方ちょっと違うかもしれないですけど、展開が特に微量要素の吸収、今年ほら6月の、後半、すごく暑くなって晴天がずっと続いたでしょ。でその時にやっぱり露地で植えてるものも、水分が減ったんでミネラルが吸収される形にならない状態になってミネラル不足が起こったみたいで、あちらこちらの農園拝見してると、6月の中旬頃に成長していた一番上の部分の葉っぱが今になって枯れてきてる。そうですね。今その後はまたちゃんとなるんですけど、わかります。雨降ったからこう苗があって、この上一番上じゃなくてちょっと下の真ん中のちょっと上くらいのところが全般的にこう葉が枯れてる現象がよく最近見られていて、きっと関東地方皆さん同じようなことみたいですね。あるんじゃないかと思う。それは晴天続きで乾いてしまったんで、水溶性のミネラルが水に溶けないんで根が吸収できないと。でそれが今になってボディーブローで効いてきたと。特にね、トマトは水あげないっていうこの基本セオリーが私たちをねこう洗脳しているので、洗脳って言ったらいけないんですけど、特にこうあげなくていいかなってちょっと迷った時にあげないで置いちゃったんですよね。それがちょっと良くなかったかな。そのせいもあって今年トマトがちょっと片付け早くなっちゃいそうなんですけど、その分ちょっと秋をね頑張っていこうかなって考えてます。いろいろね大根なんかを早く植えて、早く収穫するようにした方がいいですよね。今年はなのでそのトマトの場所早めに片付けて、そこの次の展開をちょっとね私たちもみんなで計画してるんですけど、ちょっとやっていけたらと思います。トマト来年またちょっと頑張っていきましょうみんなでね。はい、ということでね、今週もありがとうございました。今日は7月25日から7月31日までに配信された動画にいただいたコメントにご返信していきました。西川さん、今日はどうでしたか？いろいろね変わったコメントもいただいてたんで、面白かったですね。そうですね。またもう少し詳しくいろんなことを教えていただければ、我々も勉強になるんで。この番組では最近ね本当ますますいろんな方からコメントいただいてすごく嬉しく思っています。ほとんどご回答できるのはちょっと限られちゃうんですけど、みんなちゃんとみんなでチェックしてますし、また私たちが一方的に答えるっていうのもいいですし、皆さんでチャットですとかそういったことでトークしながら解消していくっていうスタイルもちょっと考えてます。一人で解決できないし、さっきのね育たないどうしたらいいですかとかいう質問はわかるけど、それ以上難しいことが聞けないんですよ。なので一回聞いていただいて、どういう状況ですかでまた聞いていただいてっていう風にしていけばもう確信にしっかり迫っていける感じになっていくんじゃないかなと思うので、まだね始まって1ヶ月2ヶ月くらいですけど、これからねますます盛り上げていって皆さんと一緒に本当にレベルアップできるようなねいい機会にさせていただけたらと思っておりますので、引き続きまたよろしくお願いいたします。はい、というわけでまた来週も楽しみに皆さんのコメントお答えできるの楽しみにしているのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた。